韓国第2の都市プサン、人口約330万人。韓国の経済、物流を支える重要な港町として有名ですが、自然やグルメを楽しむことができ、多くの日本人観光客が訪れています。しかし近年プサンは少子高齢化に伴う人口減少が深刻化しています。2024年プサン市の65歳以上の人口比率は 23% に達し、プサンは韓国の広域市で初めて消滅危険段階に突入しました。また新たに4つのエリアが消滅危険地域に分類され、若者の人口流出とソウル一極集中の社会の在り方と深刻な高齢化問題が重なり、30年間で約60万人もの人口が減少しました。2050年には高齢化率が 50% を超えると予想されています。今回は韓国政府によって消滅危機地域に分類された韓国プサンへ行き、日本人が知らない影に隠れたプサンの実態を見てきました。それでは最後までご覧ください。それで今私は韓国プサンのヨンド区にありますヒヨンウル文化村というところに来ております。冒頭ナレーションでも説明したと思いますが、韓国のプサンについてね、いろいろ報道が最近されておりまして、韓国政府が公式にですね、今後ね人口がどんどん減ってしまって、もう現在もねソウル一極集中という形でプサンの経済もそうですけども、人々が流出してね、もう消滅してしまうんではないかっていう、話がニュースで出てました。で実際にプサンね、私観光でよく、年に1回は最低でもね来てるんですけど、どれぐらい現状としてね、観光地ばっか行く動画を出してると、こういうローカルで、本当の姿っていうのをね見落としがちだと思うので、その辺をちょっと今回深掘りしていこうかなと思います。で今言った通りね、ヨンドクというね場所に来てて、ここね高台にあってカフェとかおしゃれなお店が多くてね、意外とね人気な場所なんですけど、特にネットで検索してもらうと出てくると思いますが、プサンで特にねスラム化が進んでいる街ということで、2極に分かれてるんですよね。観光地でカフェとかあって若者にも人気なんだけど、住んでる人は減っていって、街はどんどん寂れてスラムみたいになってるみたいな、ところをねちょっとまず最初、今回ねいろんなプサンの場所を見に行こうと思ってるんですが、できておりまして、で今このオレンジ色というかクリーム色の、マンションというかアパート見えますよね。これがね廃墟アパートで、もう今にも崩れそうな感じで、これ結構取り上げられてたんで、この辺も結構空き家が多いですよね。これもそうだけど、水色のもそうですね。なのでちょっとその辺どんな感じなのか現状を見ていこうと思います。一部まだね人は住んでるらしいんですけど、もうでもかなりすごいことになってるみたいで、なんか見た感じ伝わってきますね、そういうのが。一応調べるともうね誰も住んでない廃墟アパートなんですけど、なんか勝手に入ってね住んでる人がいるみたいですね。住人というか多分ホームレスみたいな人だと思います。だってもう入れないようになってるのに入ってますからね。そういう人がちょっといるみたいです。プサン全体では2023年時点で約11万4000個もの空き家が存在しています。この空き家の数はソウルなどの他の広域市と比べて最多であり、2015年から約9年間で 25% 近く急増したと報じられています。管理されていない空き家は老朽化が進み、プサンの一部住宅地では半壊したまま放置され、空き家が連なる光景が見られます。また庭の木や雑草が伸び放題となり、人の住まない家屋が増えることで防犯上、防災上のリスクも高まります。加えて空き家は犯罪者にとって侵入しやすいため、プサンのある地区では放火や空き巣、不法占拠者が空き家に住み着く事例も報告されています。プサンでは所有者不在により空き家が増加し、無許可住宅や老朽家屋の再建築の困難、相続問題、再開発待ちなどの複数の要因が重なって放置状態が広がっており、今後さらに深刻化する懸念があります。このような空き家問題に対し、プサン市は2023年から空き家整備の革新的対策を打ち出し、放置空き家の把握と活用に本格的に乗り出しています。これやばいね。すごいわ。草がもうボーボーに生えちゃってる。思ったよりもすごいわ。
荒れ果ててますね。すごいね。窓が開いてるからね、人がいるかと思いきや、ただもう割れて開いてるだけですよね。住んでる感じはこの辺はないですね。結構広いんで全体ではまだ住んでる人もいるかもしれないですけど、でももう入れないようになってたから住んでないかもしれないですね。すごいです。目の前は海なんですごい景色もいいんですけどね、ちょっと怖いわ。もう全然人が入ってない感じだから、草も生えっぱなしで夜は怖くて来れないな。俺すごいこれは怖くて入れないわ。あと崩れそう。もうこれなんか完璧に人が入れないようになってるもんね。バリケードみたいになってて、こう中にね勝手に入ってる人も多分いるんですよ。ちょっと今回私はそういうことはやりませんけど、外から見るだけですけど。いやーなんかプサンって一応ね韓国第2の街なんで、まあこういう部分結構深刻なんだよね。どんどん若者もソウルの方に仕事を求めていってしまうし、で物価も上がって家賃も上がって、なんか世界第4位とからしいですね。土地とかね、あと家賃の値上がり率が世界第4位とかいう記事を読みました。なんであと経済的にもやっぱソウルに比べたら弱いからね、収入がいい仕事とかも少ないんでしょうね。この差がすごくないですか。ここはもうね、この海をまたいで、橋で繋がってる島なんですけど、奥はもうこんな大都会で、まあ向こうも大都会だけど結構厳しいはずです。あれもじゃあ人がいっぱい住んでるかって言ったら別だし、まあ一応まだプサンはね、韓国で2番目の都市なんでギリギリ持ってると思うんですが、あと何十年か後にはね、もう人口の半分以上が高齢者になってしまうっていう話みたいで、日本よりももう限界都市みたいな、消滅危険都市みたいな感じで政府が発表してるぐらいですからね。これはちょっとプサンのイメージ変わっちゃいますね。これやべえなこれは放置してあるんですよね。本来だったら行政が壊したりとかして、例えばペクサマウルとか行った時ももうダメですって言って、行政がね管理して立ち退きと、あともう管理して、あと取り壊しが始まってたんですけど、ここはまだ手つかずです。めちゃくちゃ景色いいんですけどね。あとちょっと行ってみますけど、この道坂降りて道のところの奥の海側にですね、おしゃれなカフェがいっぱいあるんですよ。たださっき見た限りちょっと空き家も多かったんで、その辺もちょっと見たいと思ってますが、日本もいずれこうなってしまうのでしょうか。いやー、初っ端からなかなかインパクトがありましたすごいですね。入り口にああいった感じでね、もう廃墟マンションがあるんですけど、こっちの方はね多分まだ普通に暮らしてる方多いんですよ。全然壊れてないし、ちょっと古いなっていう感じはしますけどね。で奥はね小学校なんですよね。学校がある。この辺は普通ですね。でもこの坂道とかすごいきついんで、年を取ったら下で買い物する上がってくるだけでも大変ですね。韓国は風水で建物建てる場所とか決めることが多いから、立地とかね、平たいとこがいいとかそういうのは後回しなんですよね。若干寂しい感じはするんですけど、商店街もそれなりにあってお散歩してる人が多いですね。ちょっと海の方降りてってみて、あとカフェとかも入ってみましょう。すごい入り組んでる。カムチョンっていう場所が確かあって、漢字で書くと天川道文化村みたいな、そこなの。例えばなんかプサンのマチュピチュとか言われてる場所、そことは違うんですよ。ここはそこ何回か行ったことあるんですけど、
4度島の方なんですごいね。ここも観光地になっててね、こういうところにカフェありますからね。すごいよね家なのかカフェなのか。結構階段がきついですね。目の前海が見えてきました。めっちゃ綺麗ですね。日本人の方も結構歩いてますね。ここもカフェみたいな場所。海めっちゃ綺麗だわ。この辺はもう全然あっちの奥のねスラムマンションとは違うんで、目の前なんですけど、普通に皆さん観光客で方もいるし、ローカルの人もいるって感じですね。この近接してるところがすごいなと思いますね。アイス食いてえな。まだやってないですね。だいたいちっちゃな路地の坂道とか階段って映えますよね。おしゃれな感じに見えます。意外とこんな場所でも日本語のお店がありました。韓国人がやってると思いますが、魔法家っていうところ。メインのこの通りも結構厳しいんですよね。このもう空き家とか、青色のところももう空き家ですね。カフェはちょこちょこやってるみたいな感じで、ここも空き家ですしね。ちょっと冷たいコーヒーかなんか飲みたいな。ここもおそらくはかつてはねおしゃれなカフェだったと思うんですけど、潰れております。もう草もぼうぼうでお店も何もないです。ここもだね。今ねだいぶ早い時間で撮影してるんですけど、8時46分とか、まだカフェがやってないな。10時ぐらいからのお店がばっかで、ちょっとコーヒー飲めそうもないですね。こういう24時間のなんか自動販売機みたいなカフェ結構韓国あるじゃないですか。ここはやってますね。エアコン効いてて涼しい。ちょっと冷たいの飲みたいから買っちゃおうかな。すごいおしゃれだわ。残念だった。QR じゃないと買えないから、クレカとか現金じゃ買えなかったですね。諦めるか。ちょっと違う場所行こうか。ここだったらいけそうだ。コーヒー買える。カード使えるわ。ちょっと買ってみようか。ちゃんと日本語でやり方まで書いてくれてる。それじゃあちょっと適当に買ってみよう。これにしようかな。2番でカードも使える。決済できました。ということで初めて韓国でこの自動販売機セルフ式カフェに入ってコーヒー飲んでみます。もうあれかな、働く人すらいないのかな。だからこういうオートメーションの方が好まれるのかもしれないですね。結構氷入れすぎてやばいかなと思ったけど、ちょうどいい量でした。美味しい甘いんだね。ブラックじゃなかった。普通にうまいわ。涼しい。マジで外暑いっすよ本当に。熱中症になりそう。とりあえずね4度はこんな感じで、しょっぱなねああいった廃墟マンションとかちょっと寂れちゃった感じの街をね、見ましたし、私今回初めて来たんですよね。なんでこういうとこなんだ、今こういう現状なんだっていうのが知れてよかったです。続いてはですね、この後ちょっとヘウンデに寄ってみようかなと思います。ここと真逆ですね。若い人たちも観光客もいっぱい押し寄せてくるようなね、私も何度も言ってるんですけど、ちょっとちらっとねヘウンデ見て、でその後ねまだちょっとこういった今のプサンのやばい状況になってる街がありますんで、その辺も見ていこうと思います。ちょっと一回ヘウンデに行きましょう。奥にはインスタント麺のコーナーもありました。よくありますよね、コンビニとかでも自分で作るやつ。こんな感じだった。ある意味いいね。自分の街にも欲しいな。それじゃあちょっと出かけましょう。それではウーバー
で直接ヘウンデに行きます。ということでヘウンデに着いたんですが、ちょっと街を見る前にですね、もう私多分カジノ中毒者です。どうしても1回やらないと気が済まないんで、行ってきます。お昼ご飯代が稼げたらいいなって感じで、ちょっとだけプレイしてきます。結果はこの後の私の顔で判断してください。ということでカジノ行ってまいりました。よし、来ましたいや最近カジノ運来てるね。昼飯代ぐらいは、ペイできたんで、ペイというか稼げたんではい、ちょっとヘウンデ見てからランチをね食べましょう。この辺であればね、欧米人の人もあと日本人の人もめっちゃ観光客いるっていう感じ。ただ一見華やかそうに見えても路地に入るとどうなのかっていうところはありますよね。プサン観光、プサン旅行に来られた時はね、ヘウンデ来る人多いと思いますし、この辺東横インとかあと高級ホテルもあるんで、マリオット系のホテルもあるし、わりかし馴染みがある日本人の人のも感じだと思います。結構高級エリアだと思いますが、今私はねこのパラダイス、シティカジノ、プサンのね、これインチョンにもあるんですが、あとソウルにもあるかな。はい、でちょっとだけ、ゲームしてました。でちょっと海見ましょう。この辺はね、そのプサンの中でもそんなかそってるとかもうスラムみたいになってるっていうところはないとは思うんですけど、一応ちょっと街はね見ときましょう。経済的に相当やばいみたいなんで、空き家とかはあるかもしれない。でもそんな暗い話をね吹き飛ばしてくれるのがこの綺麗なヘウンデビーチ。奥はもう日本ですからね。1年ぶりぐらいに来ましたかね。さすがですね。めっちゃいい感じ。人も結構います。私はねこのビーチリゾートとか海が似合わないのでカジノでねこそこそやってるぐらいがちょうどいいおじさんなんですが、でも海は見るのはいいですね。砂浜も、これもちろん人工だと思いますけど綺麗ですし暑いし結構海入ってる人いますね。ここはね、そのプサン消滅危機みたいなワードが当てはまらないような場所だと思いますけどね。変わらず綺麗です。自分はこのヘウンデの高層ビル群というか、マンションだと思うけど好きですね。夜もすごい夜景綺麗ですもんね。なんかこの辺レクサス多いですね。あんまり韓国って日本の車走ってないけど。それでパラダイスシティホテルからちょっと1本だけ奥ね、ビーチよりそれたところ入った瞬間からもうあれだわ、空き家ですね。結構すごいなこれ。ここ何店舗か連続で空き家ですね。こんなにど中心のいいところでも厳しいんだね。これ空き家というかそういう意味ですよね。ちょっと名前忘れちゃった、読み方。この字だけは覚えてますこの2文字が出てたらもう売りに出てるというか空きテナントってことですよね。こっちもだ。こんな真ん中の辺で街のここもだね。これ全部かなこれ。でもこれはやってるね。ここはこれも全部じゃん。この GS25 以外全部だ。こっからここまで。マジか。これあれですよね、貸すみたいな、レンタルみたいな言葉だったと思うんですけど、今思い出した。てか調べました。この GS25 やってるかと思ったらこれも潰れてるわコンビニも潰れてるんだ。マジかじゃあこのビル全体的にもう上のこの人が住んでるとこ以外全部ダメなんだね。高いからかね、家賃が。多分それもあるよね。なんかそうやってネットの記事で見たけど、すげえじゃん。こんな風なんだ。ちょっと衝撃を感じております。ヘウンデはプサン市内で人口が最も多く、プサン随一の観光地で広大な砂浜の海水浴場や超高層ビル群、高級ホテルが立ち並び、国際的なイベントも開催される華やかなエリアで、韓国最高の観光都市、魅力あふれる都市として位置づけられています。一方で、その観光地の裏側にある現地在住者の生活圏では急速な高齢化と人口流出が進んでいます。
ヘウンデはプサン市内で人口が最も多いエリアですが、その人口も減少傾向にあり、高齢化率は 22% に達し、超高齢化社会に突入しています。若者の流出により過疎化と高齢化が深刻となり、特に高齢者にとっては雇用機会や所得に直結しづらく、一部地域の人口減少によるシャッター通り化やコミュニティの衰退に苦しんでいます。こうした急速な高齢化と人口流出に伴い、ヘウンデは若者流出対策として住みたい街、訪れたい街づくりに力を入れており、観光インフラ整備やイベント開催を積極化しています。毎回ヘウンデに来るとサムゲタンを食べてしまうんですけど、もうずっと何年も同じ店ばっか行ってるんですけど本当はプサンの名物は海産物と、あとデジクッパとかですよね。まあもちろん食べたことありますけど、なんか知らないけどね、サムゲタン食べたくなるんですよね。そう、せっかくカジノで買ったからもっと高級なものでもいいんですけど、こういう時に限ってスタッフいないんで、まあ一人でなんか食べれるものになっちゃいますね。正面のなんか八百屋さんみたいな場所も潰れちゃってるし、ここもこのテナントビル、これ見ると5階がもう空きになってるんだな。下はね、なんかお店はやってますね。自分がよく来るサムゲタン屋は潰れてなかったです。ここなんですけど、ちょっと早いですけど10時半からやってるんで食べましょうか。ということで入りました。まだ早いんで全然お客さんいないんですけど、いつもだったらね、一番安い17,000ウォンの普通のサムゲタン食べるんですけど、ちょっと今日は奮発してこのアワビ入り22,000ウォンにします。贅沢です。早速来ました。懐かしい。やっぱり1年ぐらい食べてないかもしれない。あとこれが高麗人参のお酒ですね。無料でもらえるんですけど、あと自分が大好きなこの白菜のキムチのサラダみたいなやつ、ただあえてあるだけでまだ漬物になってない、なる前のやつですね。あとはこの砂肝とか、いや素晴らしい。なんか懐かしいわ。いただきます。ちょっとだけ飲みます。すごいね。でも元気が出そう。体調が悪い人にはいいかもしれない。だいたいいつも缶ですけど、ここはペットボトルでした。シルソンサイダー。お疲れ様です。これめっちゃうまい。マジうまそう。これ上に乗ってるのアワビですね。なんか今おばちゃんが切ってくれました。カットしてくれました。めちゃくちゃうまそうだわ。こんな感じ。銀杏とか、あと高麗人参とかいっぱいアワビも入ってます。それじゃあいただきます。ちょっとまずは何もつけないので。美味しい。アワビ、うまそう。めちゃくちゃ美味しい。鶏肉もホロホロで美味しい。久しぶりに食べると美味しいですね。大満足しました。もうちょっとヘウンで散歩してみますか。どんな感じなのか。あ、もうここもだ。ここも空き家ですね。もう空き家ばっか目に入ってしまう。でも本当にそうですよ。歩いてたら本当にそのね、看板ばっかりだから。まあこの辺はザ観光地って感じのごちゃごちゃいろいろお店があるところですけど、まあ一等地に近い場所だと思いますけどね。まあ普通ですね。この商店街も何度も歩いたことはありますけど、そんなになんか変化はなさそうですね。こういうなんかギュッと詰まった商店街は意外と普通なんですかね。ここはちょっと閉まってるけど、ただお休みなだけかもしれない。普通に歩いてる人もたくさんいるし、やっぱり日本人が本当に多いですね。
あと中国人も結構いて、なんか中国人優遇優遇というか中国人が喜ぶお店みたいな。日本人の方がでも多いかな、感覚としては。チェジュ島はね中国人ばっかでしたけどね、この前行ったら。あとあれですね、なんか YouTuber がおすすめしたお店みたいなのもよく飾ってありますね、韓国人の。ちょっと分かんないんですけど、この商店街はそんなにかそってる感じはないですね。普通ですね。さすがにこのメインの通りは人がいっぱいです。なんかこのレンタル中とかもう空き家になってるところも少なそう。ただ路地に入るとやっぱりあったりするかなって感じはします。このメインは全然ないですね。にぎわってます。とりあえずヘウンデはこれくらいにしておきまして、ここからね 4.4 キロ5キロぐらい離れた場所のクアンリっていう場所もビーチの観光地なんですよ。でプサンのローカルの人たちは、ヘウンデにも来るとは思うんですけど、そっちに行く人が多いと聞きました。で、この辺は外国人の人は観光客多いんですけど、そのクアンリっていうローカルで盛り上がってるところもうちょっと見ときたいと思います。多分行ったことあるんですけど記憶にないです私。もう一回初めてみたいな感じで行ってみたいと思います。でその辺がどうなってるのか、観光地だとねあんまりかそってるかどうかは分かんないんでね、ちょっとその街の様子を見ていきましょうか。クアンリ行く前にねちょっと今適当に歩いてるんですけど、やっぱありますね、このヘウンデのビーチの目の前の一番多分土地とか高そうなストリートでもここも潰れてるんだ。意外と多分奥に入ればもっとあると思うな。それでは地下鉄で移動します。ということでクアンリ駅着きました。なんでこれ SU なんだろう。知らなかった。クリスピークリームドーナツの自動販売機あるんだこれ東京とかでもあるのかな。俺が田舎者で知らないだけかな。初めて見た。それでは地下鉄でクアンリ駅まで、来まして、今地上に出てきました。この辺は観光客が少なくてローカルの人が、よく来る場所っていう風に聞いたんですけど、普通に街ですね。でここから歩いて10分ぐらいのところにそのクアンリビーチがあるんで、ビーチ行くまでの通りでどんな感じなのかちょっと見てみたいと思います。それなりに歩いてる人は普通にいますね。問題なさそう。ピンスとか食べたいな。インジョルミソルビン食べたい。地下鉄の駅からビーチに向けて歩いてもう2分ぐらいで早速こういうレンタルというか空き家になってるとこありましたね。ちょこちょこもあるんで、もう街全体がそうなのかな。非常に厳しい感じなのかもしれない。最近やたら韓国で見かけるひつまぶしのお店ですね。韓国の人も結構うなぎ食べるからひつまぶしは相性がいいのかもしれないですね。先ほどのヘウンデよりかは落ち着いてて静かで、お店も結構あるっていう感じですかね。意外と今歩いてて潰れてるようなお店がさっきの1軒しか今のところこの通りではないですね。割とやってますね。ヘウンデに比べると韓国人のローカルなのかは分かんないけど韓国人が多いですね。さっきはもう観光客ばっかだったけど日本人もいっぱいいたけどあんまいないわ。てかまだ1回も日本人の声を聞いてない。この先がビーチですね。記憶にあるわ。橋をビーチから見たことあった気がする。こっちの方がローカルビーチなんですよね。雰囲気はいい感じですね。ごちゃごちゃしてない。皆さんこれ知ってます？このパックのねコーヒーを買って自分で氷にぶち込んで飲むっていうの、これちょっとね最近ハマってるんですよちょっと買ってみようかな。だいたいね2000ウォンぐらいで、氷がいくらなんだろうな。氷入れて500円ぐらいだと思いますけど、そのジュースとかもあるんですよね。こんな感じで買います。こんな感じです。なんかね個人的にはこっちのコーヒーの方が
メガコーヒーとかイデアコーヒーで、アメリカーノを頼むとアイスアメリカーノめっちゃ薄いんだよね。だからこれだと濃いんですよ。日本と変わんないぐらい濃くて、そうこのパックのコーヒーの方がいい感じ。ちなみに適当なこと言いました。さっき氷代がね50円ですね。なんで500ウォンでコーヒーのあれか合わせて2600ウォンです。このパックのねコーヒーほんと地味に美味しいんですよ。味も濃いしね、ちょうどいい感じ。ヘウンデよりいいんじゃないかな。景色最高ですけど、このビーチ沿いのビル群の迫力はヘウンデに負けてないというか、こっちの方がなんか綺麗かもしれない。で大きな橋があって、こっちも街ですからね。結構ね水着美女いるんですけど、韓国人のね、暑くてもうこんだけ日差し強いからみんな上着着てありますね。でも目の保養になりました。ちょっとこのビーチ沿いとその奥のなんかお店がいっぱいあるとこ、ちょっとどれぐらいなのか見ていきたいんですけど、もう早速ビーチの目の前でもやっぱ潰れたお店とかありますね。最近あんまりソウルで見かけなくなったんですけど、このベーグル屋さんがありますね。うまそう。自分ベーグル大好きなんで。今裏路地を歩いてみますか。おしゃれなお店は確かに多いですね。ここも多分カフェだったんでしょうね。でも潰れてますね。あんまり裏路地にお店はないかな。やっぱビーチ沿いの方が集中してるかも。やっぱり韓国人の人たちが多いですね。こっちの方が自分好きだな。全然欧米人とかいないもん。あんまり潰れてるお店がブワーってあるとかそういうのはないですね。ヘウンデの方がそんな感じした。あと今なんかフェスみたいなのやってますね。なんで人が多いのかもしれない。韓国のねこの車両通行止め用のこの柱あるじゃないですか。車が突っ込んできても止めれるように。これなんか空洞なんですよね。多分日本とか他の国のはねちゃんとした棒だと思うんですけど、あんな空洞のペラペラな棒じゃね車突っ込んできたら止めれないよね。さすがだと思います。このクワンリエリアも日本食のお店いっぱいありますね。焼き鳥屋さんとか。クワンリエリアには家系ラーメン油そばの店もありますね。二郎系もどっかで見たけど家系ラーメン初めて見たな。クワンリはこんな感じですね。なんか特別やばそうな、なんかボロボロって感じはないですね。それなりに賑わってて普通な感じでした。全然かき氷専門店じゃないですけど普通のカフェ&ベーカリーですが、どうしても食べたいんでこれ食べます。すいません、もうあまりにも暑すぎて溶けそうなんで食べますなんか意外としょぼかったなでもうまそうです。なんかもっときな粉とバッとかかってて、この餅がいっぱい入ってるかと思ったけど、これで1200円ぐらいですからね。いただきます。美味しい。久しぶりにあんこ食べた気がするな。釜山も日本と同じぐらい暑くて湿度が高いですね。多分中国の南部の方のね雲南省とかの方が全然涼しいですね。とりあえずこれを食べてちょっと休憩してから、ここからね割と近い場所に地下鉄で 3,4 駅ぐらいの場所にですね大学生がいっぱい集まってる学生街があるんですよ。そこも結構ねスラム化してるというか、お店がねどんどん撤退して大変なことになってるらしいんですよ。その学生街をちょっと見てみようかなと思います。それで次の場所に移動してきたんですけど、今いる場所がねキョンソンで、テプキョンで、学生街という場所なんですが、初めて来ました。ほとんど来る用事がないんでね、この辺は大きな大学が2つあって学生の人たちが、多くいるという街で繁華街になってるんですけど、ちょうど目の前にですね大学の、駅ですね、地下鉄の駅があって、この周辺にいっぱいこう学生さんの寮があったりとか、
美味しいね安いグルメのお店とかあったりするんですが、そもそもね若者がもう皆さんソウルに行ってしまうということで、この商店街も結構このエリアもね廃れてきてしまってるっていうのが、今回このプサンが消滅してしまうというところのワードにもね当たるところなんですよ。今ちらっと街見たんですけど、結構若い人多い、イケメン美女が多いですね。本当若い人たちだらけだなって感じなんですけど、ちょっといろいろ歩いてみようと思います。来たことなかったんでね、それなりに人はね歩いてますよ。一本通りに入った、繁華街みたいな場所ですけどね、手前はわりかしその辺にあるようなチェーン店もいっぱいあるし、人も結構いていい感じなんですけども、ちょっと人通りは少ない、暑いからね、そう昼間だったらっていうのもあると思うけど、あと大学が今夏休みなんじゃないかな。おしゃれそうなお店とかカフェとか充実してて良さそうですけどね。結構商店街らしさはありますね。お店はいっぱいある。やっぱり学生がたくさん住んでる街だから、食堂とかね、あとサムギョプサルの店とか飲み屋さん、居酒屋がたくさんありますね。ちょっと歩いてみていろいろ分かったんですけど、日本式のね居酒屋がマジで多い。結構韓国日本式の居酒屋とか焼き鳥屋とか増えてるのは分かってるんですけど、こんなたくさんあるんだこの学生街に。これもそうだもんね、寿司が美味しいって書いてあるわ。ここも世界っていう居酒屋かな、ジャパニーズ居酒屋って書いてあるね。やっぱプサンの若い子たちにね、韓国人めっちゃ来るじゃないですか、日本に旅行しにね。やっぱすごい好きなんだね。トレンドなのかな。この辺も全部なんか日本のお店っぽいのがたくさんあるね。でも確かにこういう感じで空き家になってるとことかもちらほら増えてきたね。奥の方に行くとやたらとんかつ屋が多いね。ソウルもそうだし、プピョンとかでもなんか食べたことあるけど、とんかつ屋多いな。さすが若者に人気なマーラータンのお店ですね。この先も大学ですね。2つの大学が隣接してるんですよね。ほんと学生さんばっかりで、カフェも多いし。さあ、かつてお店だったような場所、パッと見をやってるように見えるんですけど、これも空き家ですね。もう中はもぬけの殻です。ここの居酒屋さんとかも潰れてるんだ。パッと見やってそうなんですけどね、潰れてるわ。隣はやってるね。学生自体のその数は減ってないらしいんですよ、そこまで。前よりかは減ってるけど、ただなんか家賃がねすごい高いみたいで、学生街だとやっぱ安く食事を提供するっていうのがあるじゃないですか。だからそうなってくると家賃高いし値上げもできないしっていうので、やめて出てっちゃう人が多いという記事を読みました。ここもかつてはなんかビストロだったところですかね。もぬけの殻ですね。ちょっと奥来ただけでやばいわ。この辺もう全部お店ないわ。ガラガラ。厳しいねこれ。これ結構厳しいと思うな。ここもそうだし、ここもそうだよね。これも空き家ですね。はい、すごいな。プキョン大学正門の向かいの通りでは、昼間に歩いても人通りはまばらで、シャッターが閉まったままのお店が並び、建物一棟丸ごと開いたまま売りに出されているビルも存在しています。加えて数年間テナントが入らず、放置された建物の駐車場がゴミ捨て場同然になっていることも珍しくありません。こうした学生街の飲食店の減少は2020年以降急激に加速し、2023年以降には約407店舗中195店舗が空き家店舗となり、空き家店舗率は約 48% に達し、飲食店の店舗の約半数が空き家店舗状態となっています。このような学生街の飲食店衰退の背景には様々な要因がありますが、学生人口そのものの減少と学生の消費行動の変化も大きく関係しています。
オンラインサイトやデリバリーサービスの普及に加え、コロナ禍で長期化したリモート授業の影響により、学生の生活様式は変化しました。居酒屋や飲食店を訪れる機会は減少し、さらにコロナ収束後も続く物価上昇や経済状況の悪化が若者の外食離れを一層加速させています。その他、不動産のテナント賃料高騰も大きな問題となっています。かつてはプサンでも有数の繁華街として知られ、常に学生や若者で賑わっていたエリアですが、至るところでイムで、これは日本語で賃貸またはレンタルという意味の言葉ですが、このような張り紙が掲示された空き家店舗が非常に目立ちます。周辺の家賃相場はかつて繁華街だった頃と大差はなく、高水準に維持されており、新規の出店希望者にとって採算が合わない状況となっています。そのため空き店舗は埋まらず、空洞化が自己増殖する悪循環に陥り、かつて大学街で4、5ヶ月働けば約1年は持つと言われていたが、現在は敷金礼金の回収もできず、閉店後も賃料を払い続けるテナントもいるといった声が増え始めています。2024年、プサンの自営業者は約4万人減少し、飲食店や書店が次々と閉店していき、かつて賑わっていた繁華街はゴーストタウンの様相を呈しています。多分このビル上も全部テナントだったんでしょうね。もう全く入ってないんだ。その隣もそうですね。ここはやってるな。これは厳しいね。この通り全部だわ。ここもです。全部。こっちもだ。チェジュ島もひどかったけど、プサンのこの学生街やばいですね。いやーでもしょうがないよね。人口の8割6割でしたっけがソウルに集中してるんですからね。そんな国って結構あんまないらしいですからね。最初通った日本食がいっぱいあるようなところは結構ねお店やってたんですけど、ちょっと外れるともうガラガラの空きテナントばっかで、ビルのオーナーも大変でしょうね。ここのなんか美味しいラーメンって書いてある、きっとかつて日本食だったところもこんな感じですね。ここもだ。これももう入れないようになってるな。もうここ全部だな。反対側もだし、これどうするんだろうね。こういう風になっちゃったら街がもう死んじゃいますよね。こういう2階まで全部よく見るとガラガラで空きテナントになってるところとかばっかですね。これもですね、さっき自分が勘違いしただけでこれもそうなんですけど、ほぼなんかダメなんかな。パッと見やってるように見えたからさ。ここもなんか東京豚骨ラーメン屋さん潰れてますね。一応メディアではね、あと30年後にプサンが消滅するみたいな記事が出てたんで、しかも韓国政府がね公式に発表してるみたいなんですけど、結構30年持つのかなみたいな感じはありますね。いや本当もう路地入ったら全部だ。でもここもだし、ここもですね。裏のお店もすごいわ。こうやって普通に営業してるお店もあれば、もう2階はね全部テナント空いてますよみたいな広告出ちゃってるし、なんか凄まじい現実を見ましたね。まだ日本はこの域に達してないと思いますけど、韓国ね、日本より給料も上がってコロナのねからの経済立ち上げ、なんか日本より順調ですよイエーイみたいな感じだったと思うんですけど、結構深刻なんですよね。そもそも社会基盤が全然違うし、年金とかもね日本と韓国で全然違うらしいんですよ。日本の半分ぐらいしかないみたいなこと聞きましたね。年金制度が作られたのが遅くて間に合わなかった人とか、高齢者の貧困層っていうのも日本の倍いるらしいんですよね。人口は3分の1なんですけど、いろいろちょっとやっぱね、我ら日本人としてもなんかちゃんとこういう現実を見て学んだ方がいいですよね。何でもやっぱり安くしたりしてさ、首絞めてね、安いのが全てっていう方がおられるじゃないですか。だからそれも考えもんですよね。どんどん仕事なくなってっちゃって滅びてって、
人口もどんどん地方から出てっちゃって、こんな感じでですね、プサンの大学生たちの方が、多く住むね学生街の、今のプサンの現状っていうのをね見てきました。ちょっと今から移動したいと思います。もうこの辺とかもすごい荒れ果てちゃってるもんな。もう全部雑居ビル空いてるって感じですね。それでナンポドンに来てみました。大体日本人の観光客の方は1回は来られると思います。メインストリート沿い、このビーフ通りとか、どうですかね、この辺人は確かに多いですけど観光客多いんで、空き家とかね、その経済の影響を受けてるのかちょっと見ていきたいと思います。もう早速目の前のこの入り口のところのビルももうね、レンタル空き家の看板出てますけど、やばいね。さすがにメインストリートはお店は大丈夫そうですね。人も結構歩いてるし、ここも本当に日本人だらけ。大丈夫かなと思ったけどやばいっすわこの通りにもこんな感じなんだ。この辺連続でもう空き家ですね。全然あれだね、その一部こういう風になってるわけじゃなくて、もう街全体の人がいっぱいいるところでもこんな感じなんだ。さっきの学生街もひどかったけど、ナンポドンでもこれか。やばい、食べそびれたゴンチャのソフトクリームあるわ。ちょっと食べます。すいません、前回ソウルで食べれなくてちょっとかなりがっかりしたんですけど、まさかナンポドンで普通に食べれるとは。うちのスタッフがね激推ししてたこのゴンチャのタピオカ入りミルクティーソフトクリームね、よかった。もう食べれないと思ってた。すいません、さっきピース食べたばっかなんですけど、どうしてもこれは食べたかった。めちゃくちゃ美味しい。すいません、話はそれましたが、ちょっとまた街歩きします。体感的にはヘウンデぐらい人がいますかね。でも韓国人の人もいるけど、やっぱり外国人ですね。でもちょいちょいありますね。少ない方かもしれないけど潰れてしまってるところもあるかな。やっぱ外資系のブランド、ナイキとかこのリーバイスとかプーマとかアディダスとかオニツカタイガーとかそういうのはあるけど、きっとここもアパレルだった場所じゃないかな。これはノースフェイスだったんじゃないか、違うかな。俺の記憶が正しかったらノースフェイスだった気がするけど、違うかな。潰れてるな。違うかもしれない。その隣も潰れてますね。はい、ここも潰れちゃってるね。結構中心のいいとこで、絶対家賃が高いからもう無理だったんだろうね。ここもですね、このままずっと歩いてって市場の方まで行ってみましょうか。ここもなんか大きいビル潰れてるね。ここは何だったんだろうね。かなりがっつり大きいビルですけど潰れてるわ。意外と潰れてるかも。入り口の辺少なかったけど中入ってったらだいぶ空きテナントばっかり。裏路地にまだ入ってないですからね。メインストリートでこれなんで、これも予想外だったな。こんだけ人が普通にいる状態でも、こういうね、いかにもなんか儲かりそうな場所でもこういう店舗がもうね、空きテナントが多いナンポドンになってしまったんですね。この屋台通りはやっぱ今昔と変わんない気がするね。普通って感じ。人もいっぱいいます。でもこれだけ人通りがあってもここも潰れてますね。きっとハンバーガー屋さんだったんでしょうね。ここもだ。裏路地も多いですね、潰れてるところが。大通りからこの屋台があって、で奥に市場がある方、この通りの本当人がいっぱい来るようなところでも、ここのビルも
潰れちゃってますね。せっかく南方道に来たんで、このまま市場まで歩いて様子を見に行ってみましょう。ダイソーとかはね強いね。オリーブヤングとダイソーはどこ行ってもある。潰れてないと思う。この市場に向かう途中にあるこの飲食店がいっぱいある、飲み屋さんがいっぱいある通りですね。この辺はなんか、まだ今昼間というのもあってあれですけど、潰れてる感じはないですね。前からあったかな、この辺って火鍋とか中国系の店も増えた気がする。なんかお姉ちゃんの店が減って中華系になったのかな。なんか懐かしいですね、ここの1リットルコーヒー昔飲んだ記憶があるな。昔なんか1リットルで2500ウォンぐらいだった気がするけど、今さすがに値段上がってますね。3800ぐらいか。あ、違うわ、上がってないわ。2000ウォンでアイスだとプラス200だから、あ、2500ウォンじゃなかったかも。でも安いよね、2000ウォン1リットルコーヒーまだ潰れてないんだ。自分はこの通りを歩くと韓国来たなって感じがするんですけど、皆さんどうでしょうか。意外とこの辺は変わってないですね。確かこの先にユッケハンユッケっていう僕が昔ねハマってよく行ってたレバ刺しとかユッケのお店がありますね。あ、まだちゃんと営業してるユッケハンユッケ。ちょっと今もうお休み中かな。16時からだけど懐かしい。ちょっと今日は食べないですけどね、まだあるんだ。ちゃんと一生懸命まだ営業されててよかったです。この先が市場ですね。この風景結構好きです。この看板がいっぱいあってさ、最近あんまなくなってきてるけど、この辺やっぱ古いからありますね。このお姉ちゃんのカラオケの店とかがあって、飲み屋もあって、普通に居酒屋が多いみたいな。せっかくなんでちょっと市場歩きます。この辺はあんま潰れてないね。この辺食べ物いっぱいあって見るの楽しいっちゃ楽しいけど、もう死ぬほど来てますね私ね。ここねもう10回は来てると思う。過去動画で散々来てるから、ちょっとさらっと見る感じで終わりにします。結構混んでるね。ローカルの人なのか旅行者なのかって言ったら旅行者多いけど、この中なんかローカルの人多いな。全然かそってないし賑わってて活気がありました。ちょっと次の場所行きます。それでプサン一の繁華街と言われているソミョンに来ました。めっちゃ久しぶりに来ましたね。何でもありますわここは。全然過疎とか消滅とは無縁の場所だと思うんですけど、プサンで一番人がいるところだと思うな。で、なんでここに来たかっていうと、ケミチプを最後食べて締めたかったからですね最近大阪にもできたんですけど、ナッコプセのお店で、これ食べてる段階でね邪道だと思います。プサンをいろいろ語る人いるじゃないですか、詳しい人からしたら。そんなケミチプなんて食べないよみたいなさ、観光客しかみたいな、多分そんな感じだと思うんですけど、俺は行きたいんで最後食べてこのプサン滞在を締めたいと思います。以前もね動画にしたことあると思うんですけど、ケミチプはね基本的に1人じゃ入れないんですよ。2人とか3人で入ってその人数分頼まないとダメなんですけど、ソミョン店だけは1人で食べれるんですよ。しかも24時間営業で。なんでもうスタッフはね帰ってしまったんで、私1人だけなんでぼっち旅人はもうソミョン店に行くしか方法がないはず。2人分払えばね食べれるお店他にもあるけど、前ダメだったんだよね。2人分払うからって言ったけどケミチプは入れてくれなかったから。さすが大学の通り、学生街はガラガラだったっすけど、空きテナントとかでもあるわ。あるね。ソミョンでも結構あるだね。厳しいねプサン。ケミチプがある通りだけど、ここももう結構空き家多いわ。これもだね。あんま変わんないじゃん学生街と。結構メインのとこですけどね。こちらケミチプです。
ということでお店入りましたけど、前後左右全て日本人のお客さんで、撮ってるとこっちガン見されるんで恥ずかしくてできないです。でナコプセと、もう最初から追加でホルモンはこれか、ホルモンを頼みました。もうトッピングでですね、ホルモン倍にして、でスプライトとご飯ですね。であと様子を見てラーメンを頼むかもしれないです。来ました。うまそう。このご飯にぶっかけて食べます。めっちゃうまそう。いただきます。ホルモンとタコとエビで韓国海苔とうまいですね。ご飯が混ざって最高です。いや久しぶりに食べたらめちゃくちゃうまかったわ。やっぱ日本の鶴橋でもこの前4月ぐらいに食べたんだけど、やっぱりこっちだね、味はと思いました。ちなみにお客さんね、多分ほぼですね、一人も多分韓国人いなかったかもしれない。全員日本人だと思います。いや美味しいです。このままケミチ食べてもう終わろうかと思ったんですが、意外とソミョンも空きテナントが多いっていうので、ちょっとだけ見ていこうかな、現状を。すごいですね。このケミチプの通りの1個先なんですけど、空き家ですね。結構閉まってんな。ここもそうだし、これもそうだね。ソミョンでこれなんだ。よく見たらもうこの辺全部そうだね。さっき今ここ見たんだけど、その反対側も逆サイドも、前こんなことなかったと思うけどな。まだケミチプの通りなんですけど、ここの割ときれいめなテナントのとこも空いてるね。入ってない。ここもだわ。このケミチプのある通り4割ぐらいお店閉まってるね。てかもう空き家だね。だいぶだと思いますよ。やっぱ家賃高すぎで無理なんかな、経営が。もうここもきっとパン屋さんとかだった場所だと思うんだけど、もう潰れてますね。西鉄ソラリアホテルがこれなんですけど、こんな高立地な場所でももうダメなんだ。なんかソミョンは大丈夫だと思ってたけど、一番多分人が集まるところですらこんな感じなんだ。これは本当知らなかった。調べてて分かったわけじゃなくて、来てみて分かった感じですね。ここも閉まってるし、なんかあとこんなゴミだらけだったかな。だいぶだななんかイメージ変わっちゃったな。ここも来てなんとだ。反対側ですけど、こんな大きいビル全部ですよ。これも全部何も入ってない。隣も入ってない。ソラリアホテル隣ですよ。なんかこれを皆さんに伝えるのがちょっと悲しいですね。あそこもそうだね。韓国はこの飲食店は特に入れ替わりがすごい早くて、1ヶ月で変わったりするからよくあることだと思うけど、潰れて何もないっていうのがたくさんあるっていうのはあんま見たことなかったな。もう全部そうじゃん。この辺全部潰れてるわ。奥バス停があるメインのとこですよ。確かに金曜日なのに人が少ない気がしますね。こんな汚かったっけなと思うもんね。ゴミだらけ。気がめいるんでホテル戻ります。これ大通りの入り口がこんな空きテナントだらけじゃ寂しいね。ということで今回はこんな感じですね。韓国第2の都市プサンですね。直近30年で人口60万人も減ってしまって、一極集中ですね。ソウルに、ほとんどそちらの方に人が行ってしまったという状況の街ですねを、見てきましたけど、
正直思った以上に空き家が多いなっていうふうに思いました。特に商店街とか、街ですね。お店が、あんだけちょっと、もう潰れてしまってるとはちょっと思わなかったので、で、事前に調べた時に、このエリアとこのエリアがひどいよっていうので、見に行ったんだけど、自分が検討していた場所以外でも、ソミョンとか、あとはヘウンデとかでもね、結構空き家があったし、あとはね、南ポドンのあたりとかもびっくりしました。若い子たちがね、やっぱりこう職を求めて都会に行くっていうのはどの国でもあると思うんだけど、韓国の人口は日本の3分の1、4000万人ぐらいですよね。そこでまた高齢者もすごいね、今後あと数十年で半分以上になってしまう。そういった国のね、状況っていうのは結構危機的だなとは思いますし、日本もね、人事じゃないなと思いました。自分はね、韓国旅行、本当に頻繁に来てて、プサンはすごい久しぶりだったんですけどね、そういう視点であんま見たことがなかったので、ただここ1年前ですよね、多分最後来たの。それよりひどいかもしれないですね。人はね、やっぱ街中行けばいたんですけど、あんだけ空き家があるとは思わなかったなというのが今回の感想です。ちょっと寂しい部分もあるんですけど、普通にね、旅行するには楽しい街ですし、私も多分今後ね、何度もまだまだ来ると思いますけど、皆さんね、プサンに来るときは、ちょっとこういったね、真実というか、現状があるんだよっていうのをちょっと、知ってもらえれば、それでいいかなと思います。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。皆さんよろしければ感想をコメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。